写真は上空から見下ろした一隻の空母。白い鉱石で海に大きな円を描いている。迫り来る爆撃を必死に避けているのだ。AI で当時の色を蘇らせてみる。この空母の名は蒼龍。かつて世界最速を謳われた高速空母である。その最高速度は 34.5 ノット。軽く、速く、多くの飛行機を積む。その設計思想は当時の最先端だった。だが、1942年6月4日、ミッドウェーの海で蒼龍はわずか数分の爆撃を受け、4隻の空母の中で真っ先に致命傷を負う。世界最速を謳われた艦がその速さを生かす間もなく炎に包まれていった。そしてその艦橋には最後までとどまった艦長がいた。これは最速の空母蒼龍と艦と運命を共にした男の物語である。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。写真は造船所のドックに横たわる巨大な船体、呉海軍工廠で建造中の蒼龍である。まだ飛行甲板も仕上がっていない。蒼龍が生まれたのは軍縮条約の時代だった。列強は座薬で軍艦の保有量を厳しく制限されていた。限られた枠の中でいかに強い艦を作るか。日本が出した答えが軽く、速くだった。装甲を思い切って削り、船体を軽くする。その分を速力と搭載機数に振り分けた。こうして蒼龍は基準排水量およそ16,000トンの船体に60機を超える艦載機を積み込み、34.5 ノットという世界最速級の速さを手に入れる。守りを捨て速さにかける。蒼龍はその思想を突き詰めた艦だった。写真は華やかに飾られた艦首が海へ滑り出す瞬間、無数の飾りに彩られた蒼龍の進水式である。1935年、昭和10年12月、呉の海軍工廠で蒼龍の船体は静かに海へ降りた。そして1937年12月、ついに一隻の空母として完成する。軽く、速い。その評判はたちまち海軍に広まった。蒼龍は第二航空戦隊に編入される。後に両艦となるのは空母飛龍。この2隻が日本機動部隊の高速の翼となっていく。写真は艦の後ろに大きく広がる鉱石、蒼龍の艦尾から撮られた一枚である。高周運転でほぼ全力、約35ノットで走っている。1937年11月、豊後水道。完成間近の蒼龍は食力の試験に臨んでいた。そして叩き出した記録が 34.5 ノット。時速にしておよそ64キロ。当時の空母として世界最速級の数字だった。巨大な箱のような船体が駆逐艦並みの速さで海を裂く。その光景は見る者を後押したという。速さは空母にとって立派な武器だった。敵より速く動き、敵より速く飛行機を放つ。蒼龍はその理想をそのまま形にした艦だった。海上を行く細く長い船体の空母。いかにも速そうなその姿。完成して間もない蒼龍である。島型の小さな艦橋が飛行甲板の右舷に乗っている。甲板を少しでも広く使うための工夫だった。ちなみに両艦の飛龍は艦橋を左舷に置いた。2隻を並べるとちょうど鏡のように体をなす。それも最良の配置を探した試行錯誤の後である。こうして蒼龍は世界最速の高速空母として日本海軍の機動部隊に加わっていった。
宗龍の飛行甲板を後ろから捉えた一枚。一機の艦上機が今まさに甲板へ降りようとしている。行使の最中に撮られた貴重な記録だ。空母はただ速いだけでは意味がない。飛行機を確実に飛ばし、確実に収容できてこそ戦力になる。宗龍の搭乗員たちは来る日も来る日も発艦と着艦の訓練を繰り返した。旧7式艦上攻撃機、旧9式艦上爆撃機、そしてゼロ戦。宗龍は当時の最新鋭機を60機以上積み込んでいた。最速の艦と北へ抜かれた搭乗員。開戦の時、宗龍は日本海軍の切り札の一つだった。写真は空母の甲板に並ぶ出撃前の艦上機。エンジンを同期しながら発艦の合図を待っている。右後方の海上にはもう一隻の空母、宗龍の姿も見える。1941年12月、宗龍は巨大な機動部隊の一員としてハワイへと向かっていた。赤城、加賀、宗龍、飛龍、そして瑞鶴、昇鶴。6隻の空母が密かに太平洋を渡る。目指すはアメリカ太平洋艦隊の本拠地、真珠湾。12月8日の未明、宗龍からも攻撃隊が次々と飛び立っていった。奇襲は成功する。世界最速の空母は太平洋戦争の幕開けに立ち会った。写真は今まさに着艦しようとする一機の艦上爆撃機。機体の記号は宗龍の所属機であることを示している。99式艦上爆撃機、通称99艦爆である。真珠湾の後、宗龍は西へ向かう。1942年の春、部隊はインド洋。宗龍を含む機動部隊はイギリス艦隊を追い詰めた。セイロン島の沖ではエイクーボハーミーズの撃沈にも加わる。開戦からの半年、宗龍は連戦連勝だった。太平洋からインド洋まで向かうところ敵なし。その快進撃はいつまでも続くかに見えた。だが勝ち続けたことがやがて慢心を生む。宗龍の運命は静かに暗転していく。写真は山を背に静かに怒りを下ろす宗龍。戦いの合間の束の間の休息だろうか。1942年6月、日本海軍は次の大作戦に動く。太平洋の小さな島、ミッドウェーの攻略である。宗龍も飛龍と共に機動部隊に加わった。だが、日本側は気づいていなかった。アメリカが暗号を解読し、待ち伏せていたことを、そして初戦の連勝が深い油断を生んでいたことを。6月4日の朝、宗龍はミッドウェー島を空襲する。すべては順調に見えた。だが、その数時間後、世界最速の空母に運命の瞬間が訪れる。冒頭のあの写真を思い出してほしい。海に大きな円を描いて爆撃を避ける宗龍。あれはまさにこの日の光景だった。6月4日午前10時過ぎ、日本の空母は攻撃隊の兵装転換に追われていた。格納庫には積み替え途中の爆弾や魚雷が溢れていた。まさにその隙だった。雲の切れ間からアメリカの急降下爆撃機が追ってくる。赤城、加賀、そして宗龍。3隻がほとんど同時に直撃を受けた。4人湯、運命の5分間である。宗龍に命中した爆弾はわずか3発。だが、甲板の飛行機と兵装が次々に誘爆し、最速の空母はみるみる火だるまとなった。速さも最新の設計も、たった一度隙を突かれれば意味をなさなかった。写真は海軍の軍服に身を包んだ一人の士官、宗龍の艦長、柳本龍作大佐である。燃え盛る宗龍の艦橋に柳本は立っていた。総員退艦の命令が下り、乗組員は次々と海へ逃れる。だが、柳本は動かなかった。部下たちは必死に退艦を促した。それでも、艦長はその場を離れようとしない。自分は
缶と共にある。そう言わんばかりに炎の中に立ち続けた。その最後にはいくつかの説が伝わる。燃える環境から炎の中へ身を投じたとも、自ら命を絶ったとも。確かなのは柳本龍作が宗龍と共にミッドウェーの海に消えたという事実だけである。最速の空母の最後を艦長は一人見届けた。世界最速を謳われた空母があった。その名は宗龍。軍縮条約の枠の中で守りを捨て速さに欠けた艦。34.5 ノットの快速で太平洋とインド洋を駆け抜けた。だがミッドウェーの海で運命は暗転する。油断をつかれ、わずか数分の爆撃で4空母の中で真っ先に致命傷を負った。最速の艦も隙をつかれれば沈むのだ。燃える環境に最後まで残った艦長がいた。柳本龍作。彼は宗龍と運命を共にした。艦長にとって艦はただの鉄の船ではない。共に戦い、共に散る戦友だったのだ。白黒の写真に色が蘇るとき、そこには確かに海をかけた一隻の艦と、それを動かした男たちの息遣いがある。私たち日本人はそのことを忘れてはいけない。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。最後に一つお願いがあります。このチャンネルの視聴者はその 75% 以上が50代以上です。一方で20代はわずか 2.5% しかいません。こうした日本の歴史を特に若い世代に届けたいと願っています。もし X などの SNS をお使いなら、この動画の拡散をお願いします。画面右下の共有ボタンからすぐに共有できます。あなたの一つの共有が歴史を次の世代へつなぐ力になります。そしてこの動画を気に入っていただけたら、高評価チャンネル登録で応援をお願いします。